こんにちは、こんばんは。ネイチョーグラシーと申します。ポロタクティクスファントムレイン、誉れのライオネス、難易度6に挑戦してみました。メンバーはベリーナと解説漂白者とタオキですね。いやー、なんかこのメンバーがなんかしっくりくると言いますか、なんか落ち着く感じですね。何かしら、参考になったら嬉しいなと思います。それではね、先に、プレイ動画の方をご覧になっていただきまして、その後にステータス画面や、解説パートをね、ご用意してありますので、目を通していただけたらなと思います。それでは、プレイ動画の方をご覧ください。行くぞ。光を聞いてみよう。響け。砕けろ。行こう。甘い。追い打ち。頼もしい。打ち砕け。行くぞ。一気に行くぞ。これで終わりだ。任せてください。進化を行くぞ。いたします。気だらけだ。やっ。光を前聞いてみよう。響け。すごい。やった花よ。進化をもらえるの飛んでけ。行くぞ。行こう。この光で好きだらけ。一気に行くぞ。任せてください。光を前。くらえ。聞いてみ。これで終わりだ。花よ。甘い。砕けろ。やった聞いてみよう。任せてください。進化行くぞ。をお見せします。一気に行くぞ。この光で追い打ち。打ち砕け。行こう。引け。光を前。花よ。進化をお見せします。気だらけだ。響け。任せてください。消えろ。ここは冷静に。甘い。チャンスをある。一気に行くぞ。花よ。すごいチャンスはあるはず。行こう。
てみよう。響け。やっはっ行こう。はい。花よ。チャンスはあるはず。一気に行くぞ。それでは、ステータス紹介をしていこうかなと思います。漂白者だけお伝えしたいことがあるので、ベリーナとタオキは、あんまりね、変わり映えがないので、チラチラ新発見があるといい見ですね。せていきます。で、漂白者なんですが、いやー、ちょっとね、武器をね、いやー、本当はね、こちらの武器じゃなくてですね、こちらのね、道を持ってるので、こちらでね、行く予定だったんですが、いやー、そのプレイ動画を撮る前に、起動のね、漂白者の、音階を、なんて言いますかね、厳選って言っていいのか、本当もう気になる程度なんですけど、例えばコスト1とかの音階の、クリティカルダメージをコスト1の方でなーっていうやつを、ちょっと探してまして、で、付け加えたりして、実際ね、起動の漂白者でダメージの数値をね、見たりしてて、その起動のね、タイプにしてやってたんですよ。で、やっぱ武器も文字武器である先ほどのやつにして、それで終わって、で、ちょっと夜ご飯にしようとなりまして、で、食べた後、もう落ち着いたから、じゃあちょっとプレイ動画撮ろうと思って、解説タイプにして、で、音階も解説の音階にして、で、武器は起動のままで行ってしまったという感じです。ライオネスね、一応倒せたので、いいんですが、ちょっとそれが心残りかなって感じです。別にどうでもいいんですけどね。どうでもいいんですけど、無駄ではなくって、クリティカルとかは下がってしまったのですが、先ほどね、ちらっと見れたと思いますが、HP 回復効果のね、発動時自分の共鳴スケールダメージが 26% アップするっていうね、武器自体の効果なんですが、もともと解説漂白者には回復効果はありません。ただ、4突することによって、ね、回復効果をって言ってもビビたるものですけどね、攻撃力の 20% 分の回復力で5秒間、1秒ずつ、回復するよという効果です。共鳴解放を使うと回復効果が付与されるので、それがトリガーとなって、共鳴スキルダメージブーストがね、つくというね、回復効果が発動して、共鳴スキルダメージは一応 26% アップしてましたよという、ご報告ですね。ってことで、漂白者のお話は以上です。そんな感じですね。で、タオキはレベルを上げた感じかな。ちょっと上げました。1段階だけ上げたかな。上げたかなっていうか、上げれたって感じですね。それぐらいです。それでは、こんな感じになりますが、それでは解説パートの方に移りたいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございます。もうね、動画自体にそのスロー再生を施している部分がありますので、そこはね、なんか話を入れようかなと思ってしてある部分なので、そこにね、声を入れていこうかなと思います。気になるところがあったら画面を止めて話していこうかなと思います。いやー、パワーがね、あるんですよね、ライオネスは。でですね、最初は、削って、強振動ゲージをね、削っていくんですが、今回、その強振動ゲージが、ライオネスのね、赤いゲージの下の白いゲージなんですけど、最初ですね、の時でしか、変装スキルだったり、あと不協和破壊かな。で、
最初の時しか削れません。だんだんね、削れなくなっていきます。なので、最初にもう前段ぶつけるような感じで、最初は行った方がいいかなって思います。で、こちらなんですけど、スローにね、してあるので、ちょっとここ説明しようと思って、スローにしてありまして、ここね、ライオネスの武器に接触したなと思ったら回避ボタンですね。で、その後に、これね、攻撃しちゃってるんですけど、そうしないとね、ちょっとこのパーティーでは、削りきれない風になってるので、なのでね、回避反撃をね、多用してるんですが、そこまでね、重要ではないので、同じパーティーでやるっていうわけではないのであれば、真似しなくて大丈夫です。避けるとこだけ、注目してください。一発きますので、回避で、ここも回避で、で、ここですね。で、回避で。で、ここですね。ここで今、ここ回避してるんですよ。で、ここでジャンプするんですよね。ジャンプして、で、なぜこれをしたかと言いますと、前の段階で回避してるんですよね。跳ね返せる斬撃が、来ると思って攻撃ボタンを押してしまうと、回避反撃が発動してしまって、突っ込んでしまうんですね。なので、それをキャンセルするために、一旦ジャンプして、そのまま、ついでですかね。ついでに攻撃ボタンを押して、斬撃を跳ね返したって感じですね。で、続けてくるので、回避ですね。で、今はね、この白いゲージが、なんか矢印かなんか、ね、つけとくんですが、今削れたんですよ。で、だんだんね、これも今削れてますよね。これが、普通っちゃ普通なんですよ。ちょっとね、強心臓ゲージの減り具合が、ステージのギミックで、少なくというか、ね、削れないようにはなってるんですけど。で、避けまして、で、パリは、ここですね。で、このね、攻撃のパリだけでも、できるようになっておけば、全然流れは違います。ここではね、発動しなかったんですけど、ここで、発動しておけば、強心度ゲージなどはね、削れるはずです。ただ、これがね、受け付けなくなりますよね、マークが。これがもう一回出てしまうと、もう削れなくなります。キャンセルはできるんですけど、ここね、吹き飛ばされて、したらもうこれが来るのが確定なので、吹き飛ばされたからといってすぐ戻ろうって思うんじゃなくて、待ち構える。で、飛んでくるので、もうそしたら攻撃ボタンですね。で、解説漂白者の場合は、攻撃の次の攻撃で、これにね、なるんですよ。飛ばして、で、その剣ですよね。剣がガーって回り出して、それが攻撃してる判定になるので、距離が離れてるんですけど、斬撃開始の判定になるっていう感じですね。で、そしたらこちらなんですが、これはね、もうね、怖がらなくて大丈夫です。一番安全な、ライオネスのね、足元に行ってください。そしたらもうすぐ攻撃ができるので。で、そしたらですね、ここで不協和破壊をやったんですが、減ってないんですよ。ここではね、もう減らなくなってるんですね。なので、体力は5万ぐらいね、入ってると思うんですが、ちょっと戻しまして、で、これね、今減ってないですよね。これが今、白いゲージなんですけど、
体力には、ね、ダメ入るんですけど、超振動の方にね、ゼロなんですね。全く入らない。そういう仕様なんですよね。で、これ、ライオネスが武器をね、この予備動作を観察しておくと、避けれますね。で、これが来るので、これもパリですね。で、これスローですね。このね、剣をこう持ち上げるっていうか、剣をこう動かすタイミング。これがね、で、ジャンプするので、ここで回避ですね。当たるんですよ、これ。意外と。意外と当たり判定広くて、当たっちゃうので、回避ですね。で、次に撃目が来るので、回避で、そしたらね、攻撃しないでちょっと待ちまして、で、今攻撃ですね。でこのライオネスは、やっぱりね、パリができるようになっておくと、全然違います。全然ね、すごいこうバフをかけて、どんどんね、攻撃してって、もう30万打、40万打、ダメージが入っているのであれば、パリはそんな積極的に出らなくても、体力が削れていくと思うので、あとは回避だけに絞ってもいいかなとは思いますね。で、一旦ベリーナを出しまして、バフをかけ直してますね。で、収束ゲージが溜まったので、漂白者に交代してますね。で、これですね。これが一番嫌でしたね。これが一番僕はやられましたね。何気に、意外と返せれないもんなんですよね。これ。これまず返しますよね。これをまず弾き返しまして、ここで弾き返しまして、でこの弾き返した後に、テクニックと言えるかは、視聴者様に、お任せいたしますが、ここの攻撃した時に跳ね返しましたよね、今ね。で、これ跳ね返した。で、この時に、回避をしてるんですよ。回避ボタンを一回押してるんです。回避ボタンを押して、後ろに下がって、なぜこれ、回避ボタンを押したかっていうと、連続攻撃ですよね。この攻撃をリセットするため、漂白者の攻撃をね、キャンセルするために回避ボタンを一回押してます。それによって次来るまでに整えて、で、このタイミングだと思って、このタイミングだって思って攻撃ボタンを押してるって感じですね。であとは削るだけなんで、ここはね、早送りになってると思います。で、復活しまして、あとはもう、弾き返して、振動を削るしかないですね。で、こうなるので、そしたらもうね、攻撃をして、もう流れは一緒ですね。で、また上に上がるので、そしたら、近づいていって、足元にね、で、攻撃を当てていく。で、次、こちらで、これですよね。これはね、ほんと、最初は避けれるんですよ。で、これもね、真ん中からトン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 とスローにすると面白いですね。だんだんね、で、これですよね。これがもうぐわこれはさ、ね、ずるいよ、これは。絶対やられるもん、最初。で、貯めてね、これは、回避ですね。で、降りてくるので、このタイミングで回避ですね。これなんですけど、僕は今回避反撃1回したんですよ。で、ついでにっていうか、攻撃してリズムを取ってるんですね。自分の場合は。で、攻撃して、で、1。で、これで1。で、これ2。で、回避ボタン。これちょうどいいなってなって、
で、それをまあ続けてるみたいな感じですね。聞いてみよう。練習の段階で試すんですよ。で、あ、これぐらい余裕あるなってなって、あ、じゃあ1回攻撃した後、ちょっと離れようかとか、あ、ちょっと2回ぐらいいけるなと思ったら2回やって、で、回避ボタンみたいな感じですね。まあ、どうせ最初やられますんで、まあ、だったらちょっと試して、これはダメかみたいな。あ、この方法ダメか。あ、このタイミングじゃ回避ダメかみたいな感じで試していくっていう感じですね。任せてください。進化行くぞ。お見せします。一気に行くぞ。で、今ね、強和値が、溜まったんですけど、これはね、ほんともう、攻撃のこの光。キャンセルの目的ですね。大体そうなのかもしれないんですけど、大体僕は強振度ゲージを削るために使ってましたね。ダウンしたら、ダウンの時に溜まったら、その時に使うんじゃなくて、復帰後に使うとか。相打ち。そんな感じで使ってましたけど、今回は、あら、かわいい。今回は、それがいいんじゃないかな。ライオネスの場合は。で、またこれが来るので、ね、あ、目の前に来たってなったら、回避ボタンで。これはまあ、流しちゃって、まあ最初見せましたからね。で、回避して、光を前。花よ。進化をお見せ。火だらけ。響け。で、回避して、でここですね。これはね、まあ、ここパリしてなかったんですけど、パリもしするのであれば、ここですね。っていう感じのために、それを伝えるために、スローにいたしました。自分は、ここは回避で決めて、回避しちゃってますね。任せてください。で、こちらですね。なんて言ったらいいんだろうな。これがちょっと厄介で、投げ判定というか、回避してるんですけど、これ本当はパリできるんですよ。パリできるんですけど、失敗した場合に、もう、まあ、即死というか、まあ、投げ攻撃なんですよね。上に上がって、で、下に落ちるみたいな。それをね、ちょっと、カカロさんにね、受けていただきました。なので、まずそちらを見せましょうか。この次ですね。友の声が聞こえる。ね、こうなっちゃうんですよ。なので、まあ、回避してもいいし、もしパリするのであれば、中層スキルが溜まってて、ベリーナに交代、変装スキルでパリするか。で、今これ不協和値が溜まってるので、発動してもいいんですが、もし発動するのであれば、結局攻撃を一回当てないと、当てるか回避しないと発動できないんですよ。不協和破壊が。まあ、なので、まあ回避の方がちょっと安全かなっていう感じですね。失敗した場合、結局持ち上がっちゃうんで、上にね、投げられちゃうので、まあ僕はちょっと回避を選びましたね。で、ここでね、不協和破壊を発動して削りに行ってますね。ここは冷静に。甘い。チャンスを。で、ここでパリで、一気に行くぞ。花よ。すごいチャンスはあるはず。行こう。行こまあ大体ね、攻撃はまあ遅めなので、まあ皆さん回避は、お手の、ここまでね、来たら回避はお手のものかなと思います。ただ、こういうね、任せてください。攻撃が、う。光を引いて。こう、遅いとね、余計にね、まだか、みたいな、今かみたいな感じになっちゃうんで、響け。
あそこがまあ難しいところですよねって感じですよね。行ここれまた上に行っちゃうんで、ここはね、早送りしちゃってるかなと思います。で、またね、回避反撃をして、1、2、回避っていうね。で、こう早送りしちゃってまして、で、最後ね、この急に走り出した時は、だいたい何かしてくる時なんで、で、これ本当は、斬撃がね、まあ、これも本当は返せるので、なんですけど、まあ、この距離じゃね、この距離じゃちょっと回避で正解だったかなと思います。で、回避してから、回避反撃でとどめという感じですね。と、まあ、以上です。説明パート終わります。ここまでご視聴ありがとうございます。誉れのライオネス。いやー、いかがだったでしょうか。いやーね、パワー系武器ね、アックス、広範囲な攻撃もしてきますし、まあ、ちょっと、まあ、なかなかでしたね。まあ、何が嫌かって、強振動ゲージがだんだん削れなくなるというね、ギミックなんですよ。仕様なんですよね。あれがまあ、足を引っ張ってると言いますか。あれがきつい。このね、パーティー結構強振動を削れないとちょっとね、一方的に殴れないので。ちょっとね、ああいうギミックは嫌だ。きつい。まあでもなんとかね、まあ、その代わり、斬撃をね、弾き返すと、まあ、体力とね、同時にこう、強振動も削れるっていう感じなので、まあやっぱ打ち返した方が、まあ楽になるかなって感じですね。まあそれか、まあ回避のタイミングを練習して、で、もうバフとかいろいろパワーをつけて、もう20万だね、30万だ、表面解放でダメージを与えて、やれば早めに倒せるじゃ倒せますね。ただまあ上に上がっちゃうので、あれがね、まあめんどくさいですよね。あれをまず避けることが必須になってしまうので、そこをどうブレイクまでね、やるかどうかっていう感じですよね。結構ね、体力減ったらね、発動したりするんで、結構そういうのをね、運営さんは分かってますね。もう少しなのにっていう時でね、上にね、上がってしまうので、いやー、よくできてますよ。強振動だけは許せないね。だんだんこう、削れなくなるっていうね。もう打ち返すしかないじゃん、これ。っていう。まあ、そういうね、ところ部分が、まあ、参考動画に、なれたかなっていう印象の、まあ、何度もね、見返したんですが、まあ、そんな印象でしたね。とまあ、今回はちょっと動画も短めにしたいので、こんな感じの終わり方で申し訳ないですが、エンディングトークはここで終わりにしたいなと思います。まあ、本当に多分短いエンディングトークだと思いますが、終わろうかなと思います。よかったらチャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。